は、編みちくラボのゆみです。今日はこのトップダウンイージーベストの編み方を紹介したいと思います。この動画は、字幕対応にしています。字幕のオンオフが切り替えられるように YouTube の字幕機能を使っているため、字幕が欲しい方は画面上の歯車のマークから字幕表示をオンにしてください。また画面左上、ここら辺ですね、左上に、見出しをつけてあります。編み方の手順に沿ってそれぞれチャプター分けしてあります。動画を続きから再生する場合は、概要欄の目次を使っていただくと便利だと思うので、ぜひ活用してみてください。今回のベストは女性用フリーサイズになっています。平置きで計測して身幅、横が54センチ、着丈、縦が前後で長さを変えてあって、前で測って50センチです。着丈は段数を増やしたり減らしたりすることで長くしたり短くしたりすることができます。編み地は厚すぎず薄すぎず、秋から春まで活躍してくれると思います。で、作り方は、トップダウンで編んでいます。最初に後ろ身ごろを脇の下まで編んで、続けて、右肩をこの後ろ身ごろの編み始め側のところから拾って編んでいきます。こうやってですね、前に向かって編んでいきます。で、この V ネックのラインを編んで、ここまで来たら左肩もこっち側からぐーっと前に向かって編んでいきます。で、ここまで編めたら、左右の前身ごろをつなげて、往復で編んでいって、で、この脇の下のところまで来たら、前後の身ごろをつなげて輪の状態で、ぐるぐると身ごろを編んでいきます。で、ベストの形が出来上がったら、今回はこのサイドにスリットを入れて、前後でリブの長さを変えて、裾を編みました。これはお好みなので、スリット入れたくない方はぐるぐる輪で編み続ければいいし、今回の動画ではこういう分かれた形、前身ごろと後ろ身ごろの間にスリットを入れる形で紹介しています。で、この襟ぐりのところ、襟ぐりもこの袖ぐりも身ごろと一緒に、これガーター編みでできてるんですけど、身ごろと一緒にこう続けて編んでいるので、編んでから、後から拾い目をしてリブを編む必要がありません。で、ウェアに初めて挑戦するときにこの拾い目がね、結構難しく感じるポイントの一つだと思うので、より簡単に編めるように、初めてウェアを編む方にも安心して挑戦していただけるようにこういう形にしてみました。難易度なんですけど、編み方としては表編みと裏編み、ねじり増し目、2目一度、伏せ止めでできてます。で、このベストは、平編み、往復編みのところとぐるぐる輪で編む輪編みのところがあるんですけど、平編みのところって表から編む段と裏から編む段っていうのがあって、で、裏から編む段はこう編み図の記号を反対向きに考えないといけないっていう棒針のこうちょっと難しく感じる方もいらっしゃるかなっていうポイントがあるんですけど、増し目と減らし目を表から編む段でのみ行うようにして、裏から編む段は表編みと裏編みだけで編んでます。で、難しいことをできるだけなくしているので、ニット帽とか小物を完成させたことがある方なら、スムーズに編んでいただけるかなと思います。で、小物に比べるとやっぱり大きいので、もちろんその分根気は必要なんですけど、以前紹介したトップダウンベストよりもさらに難易度は低くなってるかなと思います。で、今回使ったのはケイト・ピエロさんのラフという糸です。コットンが 55% のウールが 45%、122メートル 40g の1玉。この毛糸を6玉使って編んでいます。で、今回ですね、必要な量の糸と編み方の文章パターンを合わせたお得なキットをケイト・ピエロさんに作っていただきました。色は私が編んだこのミルクティーベージュっていう色と、他にオフホワイトとローストグレーの3色があります。で、こちらのキットは2022年いっぱい
の限定発売となります。でまた生産した分の糸のキットが売り切れてしまった場合は完売となる可能性がありますので、ぜひお早めにお求めください。ダウンロードパターンのみの販売は、アミチクラボのストアの方でご用意しています。でもしすでにこの糸、ラフの糸をたくさんお持ちの方とか、あとはキットの販売終了後はそちらをご利用いただければと思います。でキットとダウンロードパターンについては概要欄にリンクを貼っておきますのでチェックしてみてください。で今回使用した道具は、6号の輪針を使っています。で動画の中では、クローバーさんの匠コンボという切り替え輪針を使用しています。コードは60センチと80センチになるものを使用しました。でその他にはマーカーを5つでうち1つは、色が違うものを用意すると分かりやすくていいかなと思います。それと糸を切るハサミ、とじ針、そして、ほつれ止めなど目を休めておけるものを用意します。こちらは私が愛用している、両開きほつれ止めというアイテムです。こちらからもこちらからもどっちからでも開けることができるので、どっちから拾ってもこのほつれ止めにかけた状態のまま、後から編むことができるっていう便利なアイテムなので、こちらもおすすめです。でもしほつれ止めがない方は滑りのいいコットン糸なんかを、目に通して休ませておくとか、そういう方法でも問題なく編むことができます。使用アイテムも概要欄の方にリンクを貼っておきますので、気になる方はチェックしてみてください。作品のゲージはメリヤス編みで10センチ四方が 24.5 目32段になっています。帯のゲージとちょっと違いますので、試し編みをしてこのゲージになるようにご自身の手の硬さに合う、太さの針をご用意ください。ゲージの取り方は以前詳しく解説した動画を作っているので、わからない方はそちらをご参照ください。それでは、早速作り目から始めたいと思います。6号80センチの輪針を使用して編み始めます。まず糸端からだいたい180センチから2メートルぐらいのところを持ちます。そして指でかける作り目で122目作ります。で途中で2つ、両端から8目のところに印を入れていきます。まず指でかける作り目で8目作ります。はい、で8目できたらここにマーカーを1つ入れます。これを印1とします。そしたらここから106目さらに作ります。でこの目を作るときに、目と目の間をキツキツにしてしまうとちょっと編み地が釣れたようになってしまうので、少し、5ミリぐらい間を空けながら作っていくと綺麗に仕上がると思います。6、7、8、106目作ったらまた印を入れます。でこれを印2とします。そしてあと8目作ります。これで作り目が完成です。編み始め側から8目印1、106目印2、8目っていう形になっています。編み地を返して2段目です。裏から編む段になります。まず印2まで表編みをします。
印はその場所をキープするようにそのまま右針に移します。そして次、印1まで裏編みをします。印1まで編んだら残りの目を表編みします。編み地を返して3段目です。表から編む段になります。すべての目を表編みします。マーカーはそのまま場所をキープするように、入れておきます。すべての目を表編みしました。そしたら編み地を返して今度4段目裏から編む段です。まず印2まで表編みをします。そして印2を移したら今度印1まで裏編みです。印1まで来たら残りの目を表編みです。こんな感じで、両端8目がガーター編みで真ん中の106目がメリヤス編みという編み地になっています。でここから3段目と4段目の編み方を交互に繰り返して作り目を1段目と数えて58段になるまで続けます。58段編んだところです。そしたらここからこの両端ガーター編みの手前のところで増し目をしていきます。1段目表から編む段です。まず1つ目の印まで表編みをします。そして印を右針に移して1目表編みをしてから次の目を編む前にねじり増し目をします。そして2つ目の印の印2の1目手前まで表編みで進みます。印2の1目手前まで表編みをしました。そしたらまたねじり増し目をします。さっきとは反対向きにねじると左右対称になっていいと思います。そして残りの目を表編みします。1段目が編めました。編み地を返して2段目裏から編む段です。これまでと同じように印の2まで表編みをして印の1まで裏編みをして最後の8目は表編みという編み方になります。まず8目表編みをしたら印を右針に移して次の印が出てくるまで裏編みで進みます。2つ目の印のところまで印1まで裏編みをしたら残りの目は表編みです。これで2段目が編めました。この1段目と2段目の編み方を交互に繰り返して全部で6段になるまで編みます。あと4段ですね。
というわけであと4段編みます。6段編んだところです。全部で6目増えて、今針には128目かかった状態です。これで一旦後ろ身ごろは、目を休めておきます。今回は切り替え輪針を使っているので、針を外してストッパーをつけて休めておきたいと思います。この方法以外でも、ほつれ止めを使ったり、滑りのいいコットン糸などを通しておいたりする方法もあるので、こんな感じで何らかの方法で針が使えるような状態にしてください。そしたら次は右肩を編んでいきます。60センチのコードを使って編んでいこうと思います。今ここが編んでいたところで、こっちが編み始め側なんですが、これを180度回転させて、この編み始め側から目を拾って編んでいきたいと思います。マーカーを2つ用意します。編み始め側のこの右端から拾っていきます。このように編み地に針を入れて糸をかけて引き出します。で、目と目の間を1目ずつ拾っていきます。で、まず8目拾います。ちょうどガーター編みのところから8目拾う形になります。そしてマーカーを1つ入れます。そしたら次に45目目を拾います。45目拾いました。そしたらまた印を入れて、あと8目拾います。8目、45目、8目と拾いました。針には61目かかっています。そしたら編み地を返して2段目裏から編む段です。まず最初の印まで表編みをします。印を移して次の印まで裏編みをします。印1のところ、2つ目の印まで来たら印を移して残りの目を表編みです。はい、2段目が編めました。次3段目表から編む段です。1つ目の印まで表編みをしたら印を移してさらに表編みで進んでいきます。2つ目の印の3目手前まで表編みで編んでいきます。2つ目の印の手前に3目ある状態です。ここで左上2目一度押します。そして残りの目を表編みします。はい、3段目が編めました。編み地を返して4段目裏から編む段です。まず1つ目の印2まで表編みをします。
印を移して2つ目の印1まで裏編みをします。印1まで来たら印を右針に移して残りの目を表編みです。4段目が編めました。3段目と4段目の編み方を繰り返して、広い目の段を1段目と数えて全部で34段になるまで続けます。